上空から非接触でクマの向きを変え、現場を止めずに人を守るドローンは開発されました。子供が通う通学路や住宅の裏手で誰も近づかずに退避を促せたら安心はどれほど変わるでしょうか。今回は上空から非接触でクマの向きを安全に変えるドローン技術について3つのポイントに分けて深掘りします。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。2025年でも全国でクマの目撃や接触件数は増加し、死亡者数も年間10人を超えています。通学路や店舗の周辺への出没は地域の生活にも直接影響を及ぼします。猟友会のようなクマに対応できる組織の出動はクマへの直接接触を避けるために必要なのです。しかしそんな中で北海道積丹町で町議の暴言により猟友会が出動を拒否しているのはご存知でしょうか。この背景には発令への抗議もさることながら安全確保の観点もあります。安全確保のために出した指示に対し権限を持つ人は従わないどころか恫喝してくるのは危険な状況を引き起こす可能性がありますよね。現在のクマ対策は拡声器や爆竹を使って追い払う方法が主流です。拡声器を持った担当者が現場近くまで接近しなければならず、クマは突然方向転換して襲いかかる危険性がありました。さらに音による追い払いは何度も繰り返すうちに効果が薄れ、夜間の騒音も住民の不安を広げる場合があります。このようなクマの出没は全国で多数発生しており、例えば環境省の統計では2023年度のクマによる人的被害は全国で198件でした。今本当に求められるのは距離を保ったまま短時間で効果的にクマの行動を変え、誰でも同じように運用できる手段です。先ほど説明したようにクマ対策には人が危険な距離まで接近する必要や繰り返しの使用による効力低下といった課題がありました。そこで登場したのがテラドローン株式会社が開発した非接触型追い払いドローンです。この新しい技術は人が近づかなくても上空からクマの動きをコントロールできる点に大きな特徴があります。現場担当は直接現地まで行く方式ではなく、ドローンは空から現場全体を俯瞰しながら最適なタイミングと位置で対応を行います。ドローンの操縦者は安全な場所からカメラを通してクマの位置を把握。唐辛子成分を利用した専用スプレーユニットで風向きを考慮しながらクマの背後から短時間だけスプレーを噴射し進行方法を変えます。この方法であれば夜間の騒音で住民に不安を与えることなく迅速にクマの行動を変えることができます。飛行時間は約10分とされており、これにより大規模な公園や農地などでも複数箇所を巡回する運用が可能です。最大通信距離は 12km に達し、視認が難しい場所や山間部でも安定した操縦ができるでしょう。この技術は単に新しい手段を追加するだけでなく、現場の安全性と対応の再現性という観点からも大きな一歩と言えるでしょう。また現場では通学路脇の藪などの車や人が入れないケースも多いそうですが、ドローンなら電柱の上を越えて藪の反対側に回り込めるので人が近づかなくても対応できます。一方でクマ対策として音やレーザーの手段と競合する必要はありません。音は遠距離への警告、レーザーは位置確認や威嚇の補助、化学刺激はクマの動きが止まってしまう場面の最後の一押しとして使い分けることができます。発見したらまず誘導、必要な時だけ噴射する最小限の組み合わせが重要でしょう。今後は75分間の長時間飛行モデルや赤外線カメラ標準搭載モデルの登場が予定されており、さらなる現場対応力の強化が期待されています。期待
体には可視カメラだけでなく赤外線カメラを搭載できる設計となっているため、夜間や草むらの陰にいるクマも見逃しません。気づいたらクマが近くまで接近していたなどということも防ぐことができます。2025年時点での主要スペックとして、10分 12km 赤外線最短数秒の噴射という点は非常に実用性が高い水準と考えられます。もちろん法令遵守や安全管理は大前提となります。液体を散布する際には事前の申請手続きが必要であり、サポートスタッフの配置や立ち入り管理も欠かせません。寄港前には現地の風向きや人の動きを確認し、作業可能かどうかを慎重に判断する必要も生じます。この技術の本質的な価値はドローンそのものだけでなく、誰にとっても再現しやすいシンプルな仕組みにあると考えられます。こうした技術が普及すれば、現場に携わる人が特別な経験や勘に頼ることなく、安全性と効果を両立できるようになるでしょう。また、夜間や悪天候にも対応できる赤外線撮影や耐久性のある機体設計などによって、日中に限らず安定した運用を実現できる点も特徴ですね。今後、飛行時間や通信距離の向上によって、より広い範囲でのクマ対策が可能となるかもしれません。ドローンやスプレーによるクマ対策はどの程度需要があり、対策として有効なのでしょうか。まず、夜間のやぶ地に近づくことは事故の大きな要因となっており、人が近づけば近づくほど危険性が高まります。実際に環境省が公表した出没対応の資料では、ベアスプレーの有効性と注意点がまとめられていました。ここでは最終手段として至近距離で風向きを慎重に確認し、ごく短時間だけ使用することが強調されています。また、2025年にはクマとの遭遇による死亡者が12人に達したと報道され、自治体では基地市で再現しやすい手段を模索する動きが広がっています。ドローンを使った威嚇についての学術報告では、騒音や追尾だけでも高い追い払い効果が認められ、犬による対策よりも有効だったという比較データも公表されています。さらに、ドローンの噴射運用では、乱流によって霧が機体側に戻ってしまうリスクがあるため、ノズルの角度設定や短いパルスでの噴射が特に効果的だと指摘されています。このことからも、少量を素早く使うことが合理的であることの裏付けができますね。山梨県では赤外線ドローンでクマの生息調査が進められており、岐阜県ではドローンからの音響を用いた追い払いの実証も行われています。索敵から誘導までを一連で実施できるような運用体制が整いつつあり、複数の手法を組み合わせて活用できる基盤が少しずつ築かれているのです。今回紹介しているドローンの次世代モデルでは、飛行時間の延長や赤外線カメラの標準搭載が計画されています。こうした進化によって、発見、回り込み、短時間噴射、退避確認といった対応が装置と手順を通じて誰でも再現しやすくなるでしょう。非接触型ドローン技術のように、現場の安全性と再現性を高める新たな仕組みが普及することで、企業側にも様々なビジネスチャンスが生まれています。このドローンにおけるビジネスとしての価値の源泉は、止めない運用の高い再現性だと言えるでしょう。テラドローン株式会社は、機体の選定や噴射ユニットの統合、運用講習保守、さらには空の交通整理を担う無人航空機運航管理の仕組みまで一貫して提供できる点が特徴です。初期導入時の一時的な収入だけでなく、運用や保守、季節ごとの追加需要など継続的な収入が見込めますね。例えば、自治体に導入できれば、1市町村ごとに講習や点検の回数、複数台の導入、UTM の ID ごとの利用料金などが積み重なるでしょう。製品やサービスの競合企業としては、ACSL やブルーイノベーションが挙げられます。ACSL は国産ドローンの開発、
量産に強みがあり、ブルーイノベーションは複数機体の遠隔統合運用による現場管理ノウハウが特徴です。一方、テラドローンは運用全体の統合に注力しており、サービス収入など継続的な利益の比率を高めやすいという強みがあります。ハードウェア単体での価格競争に巻き込まれにくいのも利点と言えるでしょう。今後もドローンを活用した非生殖型ソリューションについては、様々な分野での応用拡大やサービスの質向上が重要な注目点です。例えば、監視や誘導、噴射といった運用ノウハウが他業種にも波及する可能性がありますし、技術導入後の継続的な改善も普及の鍵となります。一方で、注意しておきたいリスクもあります。法規制では、液体の散布や薬剤の噴射の許可取得、第三者上空の飛行、現場立ち入り管理など、現場拡大に伴う手続き負担が想定されます。また、レーザーや音響など代替技術の改善によって、化学刺激の出番が減る可能性も考慮したいポイントです。供給面では、電池、噴射剤など資材の安定調達が重要な課題となります。最後に、ここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は、ドローンを使って非接触で上空から対象の進行方向を調整できること。2つ目は、特別な経験や勘に大きく依存することがなく、誰でも同じ手順で使えること。3つ目は、音や光など他の手段と組み合わせることで、必要最小限の対応で効果を発揮しやすくなることです。ドローンそのものの価値よりも、誰が使っても同じ結果を出しやすい運用の再現性も注目すべきポイントですね。今後はドローンの飛行時間や通信距離のさらなる向上、多様な環境への対応強化、そして自治体ごとの運用事例の蓄積が期待されます。また、気になる話題や技術などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。